皆さんこんにちは、トラ旅です。今回はチャンネルでは初めての岡山県の旅です。岡山の旅、実はコメントでも楽しみにしていますという声をたくさんいただいていました。正直私たちも行く前からとても楽しみにしていました。皆さん岡山県と聞くとどんな印象がありますか？穏やかな瀬戸内海の景色、フルーツ王国、食べ物が美味しそう、あとはやっぱり桃太郎、いろんな印象があると思います。そのイメージは間違ってなくて、むしろ想像よりも良かったというのが本音です。お店も観光地も対応がとても丁寧で、瀬戸内の景色は想像以上に絶景で、食事は全部美味しかった。今回はですね、ここを巡ってきました。岡山市と倉敷市を中心にいろんな場所を見ていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。まず最初に訪れたのは吉備津彦神社。桃太郎伝説のモデルの大吉備津彦の命を祀る神社です。もう一つ近くには吉備津神社があって、真上から見たらほとんど直線上に位置しています。まず感じたのは静かで整っているという印象でした。人も多くなく、境内全体が落ち着いた空気に包まれています。この旅の安全と成功を祈願しました。御朱印も豊富にありますね。ありがとうございます。おみくじが桃の形をしています。なんと大吉でございました。これがご神木ですね。吉備津彦神社と吉備津神社は両参りが基本と思うので、明日は吉備津神社へ参拝します。ずっと先までまっすぐですね。夏至にはこの鳥居の真ん中から朝日が昇って拝殿の中まで光が入るそうです。だから朝日の宮とも呼ばれています。鳥居の近くには備前焼の狛犬が鎮座していました。備前焼の器でお酒を飲むと味が良くなるって知ってましたか？とても落ち着ける場所でした。最初に来てよかったです。この後は県道242号線を通って JR 岡山駅を越えて駅前のホテルに向かいます。
今夜のホテルは後楽ホテルです。駐車場はホテルの裏にあって、1階には松清があって、近くには有名なグルメのお店もあって、立地が最高のホテルでした。必要にして十分な広さ。バスルームはいつもの感じ。リファのドライヤーがありました。夕方は岡山県のご当地グルメデミカツ丼をいただきましょう。数多くのデミカツ丼のお店がある中で元祖と言われるお店、カツ丼の村を訪れました。ご失礼いたします。ソースカツ丼並盛りロースでございます。失礼します。こちら並盛りヒレでございます。券お預かりします。ごゆっくりどうぞ。デミカツ丼というのは揚げたてのとんかつにデミグラスソースをかけてグリーンピースが添えられているカツ丼でした。ロースとヒレを食べ比べてみました。ロースは脂が甘く甘辛いソースとよく合います。ヒレは脂が少なく柔らかく後味さっぱりといった味わいでした。行った時はロースを頼んでいる人が多かったですね。どちらも正解で美味しいです。美味でした。岡山駅まで歩いてホテルに戻りますね。見たことがない街の駅前や商店街を歩くのは楽しいものです。これが岡山駅前の様子。開放的で道も広くとても歩きやすいです。程よく賑やかで楽しかったですね。
おはようございます。今日は快晴、観光日和です。まずは岡山市といえばここだよねということで、岡山城と岡山後楽園に向かいます。その後は岡山はフルーツ王国としても有名なので、コメントで教えていただいたフルーツパーラーに行きましょう。県庁前も綺麗ですね。もともとは小さな城があったらしいんですが、浮田直家が広げて、浮田秀家が天守を整備したお城です。約30分で一周できるくらいの広さでした。最初にここを本拠にした直家は日本三大巨竜の一人とも呼ばれています。目を合わせただけで葬られそうな気がします。次男の秀家は全く違って、若き貴公子で忠義に満ちた人物のイメージがありますね。不明門と書いて開かずの門と読むんですが、この門は開くことはなかったそうです。天守には限られた人だけが通れる廊下を通って城に入っていました。黒い天守が見えてきました。この見た目かっこいいですよね。見た目から宇城と呼ぶこともあるそうです。中は博物館のようになっていました。1階は体験できる場所。刀の重さを体験できたり、銃を持ったり、カゴに入って姫気分も体験できました。2階は後楽園を作って全国初の藩校を作った池田光政の資料。3階は関ヶ原の戦い。でございます。4階は浮田直家、秀家の案内。
最上階からは後楽園や市街地が見えました。金のシャチホコも特徴で、屋根には金箔の瓦も使われていたようです。天守はじっくり見学したら1時間はかかりそうなボリュームですね。これは調査をしていた時に見つかった城を築いた当時の石垣でした。約400年前の石垣ですね。この月見櫓は関ヶ原の後に作った櫓で、再建じゃなくて当時から存在しています。藩主が通る専用の通路で、下は門になっています。この上の廊下を通る姿を想像しながら外に出ました。岡山城の天守はその形も珍しいんですよね。こちらから見るといびつな形の五角形になっているのがわかります。城から後楽園までは橋を渡って歩いていけますね。岡山後楽園は日本三名園の一つ。敷地の中を歩きながら景色を鑑賞する庭園でした。庭園にあった福田茶屋に来たんですが、なんと定休日でした。庭園は雪が積もったら水墨画のようになるし、桜や紅葉も見事だとガイドに書いていました。1年を通じて楽しめるようになっています。中を反時計回りに歩くことが推奨されていました。新緑の季節は綺麗な景色でしょうね。道は広く歩きやすいので、車椅子で来ている方も多くいらっしゃいました。
この由心山から庭園全体を見ることができます。よくパンフレットで見る景色はここですね。いい景色。城と庭園とずっと歩いてきたのでちょっと休憩します。さざ波茶屋は庭園を見ながらお茶をいただけました。普通きびだんごは中に何も入ってなくて求肥だけなんですけど、粒あんが入っても合いますね。これはお土産でも買えるきびだんごです。例のお三方にあげた団子はこのきびだんごじゃなくて穀物のきびを使った茶色い栄養食だったそうです。お城と後楽園を両方行くなら2、3時間くらいが目安かなと感じました。特徴的な五角形の形で漆黒の外観の天守、歴史の転換点も感じ、岡山後楽園との一体感も素晴らしいお城でした。次はフルーツパフェを食べに行きましょう。ください。その上に料金が表示されます。利用ありがとうございました。岡山駅近くの観音山フルーツパーラー岡山、農家直送のフルーツを使ったパフェがとても美味しかったお店でした。
フルーツは全部甘くて新鮮でした。特に桃は一度食べてほしいですね。ビミでした。こちらの席で写真を撮った方がうまく撮れそうですね。時期によっては取り扱ってない商品もあったので、確認してから行ってみてください。このお店もコメントでいただきました。間違いなくいいお店です。次は吉備津神社に行きます。岡山に来たらここの参拝を考えている方もたくさんいらっしゃると思います。参道に並ぶ提灯、長い回廊、国宝の本殿は見事な姿、どれも圧倒されるものばかりで行ってよかった神社です。全国で唯一の肥沃入りもや作り。2つの建物を並べて屋根で一つに合わせたような見た目をしていました。巨大な屋根は横から見たらまるで羽を広げたようです。なんてかっこいいんだ。この姿を見ただけで来た甲斐がありますね。本殿は出雲大社の2倍の大きさ、約600年前に再建されています。この先に全長360メートルの回廊、この先に本宮社がありました。回廊は緩やかな勾配になっていて、5分ほど歩いていきますね。
これからのチャンネルをおみくじで伺うと大吉となりました。絵馬がですね、すごくかっこよかったんです。今回はこちらの夢清少福、自分の夢を叶えたいという願いが込められています。岡山城から目的地まで車で行った場合の所要時間はこちらです。次は岡山県の代表的なグルメをいただきましょう。着いたのはエビ飯屋。コメントで一番多かったのがエビ飯でした。初めて食べるんですごく楽しみにして入店します。エビ飯も最高だったんですけど、コーンスープが美味しい。コクがあってクリーミーで甘さ控えめだけどコーンの味がしっかりありました。デミグラスソースとカレー粉、ウスターソースが混じった真っ黒な焼き飯。玉ねぎと大きめのエビの食感と錦糸卵が程よく絡まって、これは最高でした。ふわふわとろとろのオムライスも相性抜群で、どちらを選んでも正解です。すっごく美味しかったな。コールスローはマヨ控えめでさっぱりした感じで濃いエビ飯を中和します。美味でした。おすすめしていただいて本当にありがとうございます。今夜のホテルは倉敷市の下津井に泊まります。瀬戸大橋と瀬戸内海の絶景が素晴らしいホテルです。そこに行く前に日本夜景遺産の夜景を見ようと思います。鷲羽山スカイラインの途中にあって全国トップクラス規模の工業地帯の夜景はですね、これからご覧いただくんですけど、カメラ越しに見る綺麗さの10倍綺麗と思ってください。岡山県は夜もこうやって楽しめるんですね。駐車場の隣に展望台があって街灯が全くないので、夜は本当気をつけてください。スマホのライトを使ってなんとか行けました。うわー、すごい、見て。おー、
今日の宿は瀬戸内小島ホテル。ホテルからは瀬戸大橋と瀬戸内海の絶景、隣には鷲羽山ハイランド、近くには鷲羽山や王子ヶ岳など岡山県の海側の魅力がぎゅっと詰まった場所になります。しかも瀬戸内小島ホテルさんの支配人からの粋な計らいで、お部屋や絶景が自慢の展望浴場まで貸し切りで撮影することができました。次の動画でそれをたっぷりとご案内いたします。次回もお楽しみに。